今回はアイルトン・セナがどんなドライバーだったのかというのを紹介したいと思います。セナが F1 に来る前と F1 に来た後を知っている人のインタビューを読めば少しだけその答えに近づくことができると思います。そう思って今回動画を作りました。で、セナはある時ジャーナリストたちにこう言ったそうです。君たちは僕を分かっていない。これからも絶対に理解できることはない。この言葉はジャーナリストに向けて言った言葉ですが、ジャーナリストだろうが、我々のようなファンというか、F1 の普通の視聴者も同じですよね。中島選手の動画でも紹介しましたが、セナはどんな人かという質問に対して、わからないという答えを言ってました。なので、セナがどんな人かっていうのを探るのは非常に難しいってことがわかります。だけど、なんとか少し探りたいと思います。その答えというか、F1 に来る前と来た後をよく知る人物というのは、アンジェロ・パリラさんっていう人です。この人は、セナがカート時代に使ってたマシンのメーカーの社長です。なので、カート少年だったセナをよく知っていて、F1 に上がった後も交流がありますので、彼がレーサーとしてどうやって成長していったのかを最もよく知る一人と言っていいと思います。その方のインタビューというか、その方の話した内容に基づく記事を紹介したいと思います。1978年、カート修行のため、初めてヨーロッパに渡った時、兄のアキレと共にセナを世話したアンジェロ・パリラ、ミラノ空港にセナを迎えに行き、イタリアンレストランに連れて行くと、セナはイタリア料理をすっかり気に入った。カートでの腕を磨くために、初めてヨーロッパにやってきたんですね。それがイタリアのパリラ社長がいるところにやってきたと。で、セナがイタリアンレストランに連れて行ったら、すっかりイタリア料理を気に入って喜んだと。ここは本当にどこにでもいる若者という感じがしますね。アンジェロは知り合うとすぐに、セナがカートでレースをすること以外は全く何にも興味を持っていないことに気づく。当時のセナの走りはやや荒かったが、すでに本能的なコントロール能力と恐るべき速さを身につけていた。まだまだ若いセナ、青年というかまだ少年と言っていいかもしれないですけども、それでもレース以外に興味はなかった。まだ荒削りだけど素晴らしいコントロール性と速さを身につけていた。1978年、3人はスゴーサーキットの世界選手権に遠征。セナの成績は4位。この後、セナはパリラにレーシングスーツを預け、一旦サンパウロに帰省。パリラはレーシングスーツを持って一足先にミラノの本拠に戻った。パリラはごく当たり前にセナのレーシングスーツをドライクリーニングに出していた。1978年に日本のスゴーサーキットにやってきてレースしたんですね。で、4位だったと。この詳しい内容は GP カーストーリーのアイルトン・セナだけの一冊特集をした中で、菅谷さんが詳しく語ってくれている記事がありますので、興味のある方はぜひそれ読んでみてください。何かの機会にそれも少し紹介できればなとは思ってます。で、レースが終わって、セナはブラジルに帰るので、パリラさんにレーシングスーツを渡したんですね。で、パリラさんはそれを持ってミラノに戻って、セナのレーシングスーツをクリーニングに出したんですね。パリラさんは自然にクリーニングに出したようですけど、でもこういう意味もあったようです。セナがスーツを身につけた時、見栄えがいいようにと思ったそうです。ミラノに戻ってきたセナ。パリラからレーシングスーツを手渡された時、感極まって号泣し、彼はこう言った。僕は他の人にこんなに親切にされたことはない。パリラの真心がセナの心の金銭に触れたのだった。若き日のセナはとっても感動したんですね。こんなに親切にしてもらえて嬉しいと。初めてだと。本当に純粋で心優しいセナという感じがしますね。パリラさんはこのセナが使ってるカートのマシンの社長ですから、セナの腕を見込んで応援してるとはいえ、とても親切ですね。ここまではごくごく普通のいい話です。1979年、夏がやってきた。パリラはセナに家に電話をしたらと何度も声をかけたが、セナは一度も電話をしなかった。パリラはその様子を見て、セナはあえて電話をせず、孤独を保つことによって自分が自立した一人の男であることを証明しようとしていると考えるようになった。翌年の79年も、パリラさんはセナの面倒を見てたんですね。で、ブラジルの家に電話をしたらと言っても、セナは全然電話をしないと。セ
セナが少年から大人になるというか、19歳ですかね。で、パリラさんはその様子を見て、自立した男になろうとしてるんだと、そう思って見守ったそうです。セナの中で何か覚悟が決まったというか、意識が変わっていったのかもしれませんね。パリラ一家はその後も信仰を続け、やがてセナがトールマンで F1 にデビューする日が来る。その直後セナは F1 の人間を好きになれないこと、F1 の全てが不快に感じられることを告白した。その数年後、セナが F1 デビューすることになって、セナはパリラさんにこう言ったんですね。F1 の人間を好きになれない。F1 の全てが不快だと。F1 の世界に飛び込んでみたら、想像ですけど、何かギスギスしたものとか、相手を蹴落とさなければいけない戦いだったりとか、そういう負の側面が目に入ったんでしょうかね。純粋だったセナは、それを正直に告白した、そんな感じがします。そして驚くべき瞬間がやってくる。パリラはテレビでセナの姿を見ることになるのだが、そこに映ったセナはもはや自分が知っているセナではなくなっていた。パリラはそう直感した。だがミラノへ挨拶に立ち寄ったセナはいつもの気さくなセナだった。イタリアにやってきてからの数年間、家族のようにセナの面倒を見てたわけですから、セナの表情だったり話し方だったり、セナがどんな機嫌だとかよくわかるわけですよね。なのでテレビで見た時に別人のような表情、仕草だったのかもしれないですね。これは自分の知っているセナではない、そう思った。だけどミラノに立ち寄って挨拶に来てくれた時はいつも通りのセナだった。これらの経験からパリラはセナが慎重に2つの人格を演じ分けていたのではないかと推察していた。一つはプライベートの場におけるどこにでもいる気さくな若者のセナ。もう一つは公の場における勝負に取り憑かれた非情なドライバー、アイルトン・セナである。ブラジルからヨーロッパにやってきて、外の世界に飛び出して、レーサーとして歩き始めたセナは2つの人格を使い分けていたんじゃないか。一つはいつも通りの優しいセナ。で、もう一つは勝負に取り憑かれた非情なドライバー。F1 に来てからのセナの速さは素晴らしいですが、これまでも何度か話した通り、セナには横暴な面も多々ありました。パリラさんから見たら、自分の知るアイルトン・セナはそんな横暴なことはしない。ということは、自分が知るセナではなくて、もう一つの人格によって勝負に妥協しない横暴なセナを作り出しているのだろうっていうふうに思ったのかもしれないですね。もう一人、パリラさんとほぼ同じことを言ってくれてるインタビューを紹介したいと思います。この方はなぜか名前が明かされてなくて、もしかしたらちょっと有名なのかもしれないですね。でも非常に参考になるので紹介したいと思います。私はセナが2つの人格を持っていたことを覚えている。ある年、モナコで一緒に朝食をとったが、その時の彼は本当に好感の持てる人物だった。それはレースの現場で知っているアイルトン・セナとは全く別人だった。この方はセナと一緒に朝食をとったんですね。どこかのレストランとかで一緒に食事をとったんでしょうけども、非常に好感が持てた。レースの現場で知っているセナとは違った。厳しさだったり、ある種の怖さみたいなものが全然なかったんでしょうね。セナいいやつじゃないかとか思ったのかもしれません。ところが予選2日目、彼は全く変わっていた。サーキットで全く違う人間になっていた。彼はサーキットにいるときは人を憎むことができた。例えばプロストとの関係がそうだったし、マンセルも同じだったし、ピケもそうだった。それが一旦レースから遠ざかると、彼は元に戻るんだ。予選2日目にサーキットでセナを見たら全く違う人間だったと。で、サーキットにいる彼は人を憎むこともできた。プロストしかり、マンセルしかり、ピケしかり。だけど、レースから遠ざかると彼は元に戻るんだ。レースから遠ざかると元に戻るっていう風に言ってるってことは、やっぱり F1 の現場に出入りしてるなんか有名人という感じがします。何しろ食事で話した時のセナとサーキットの中にいるセナは全く違ったと。要するにパリラさんと同じこと言ってますね。私が残念に思うのは、彼がプライベートの顔と公の場における顔を完全に切り離して、それらを融合させることができなかったことだ。私たちは皆、もっと一人の人間としての素顔を知るべきだったと思う。悲しいことに彼が生前一番努力したのは、自分の素顔を隠すことだった。
なかなか辛い文章ですね。まあ、ここで言ってることは、おそらく1994年に亡くなる前、セナはいつも何か悩んでるような顔をしてました。その悩みの理由というのは複数あったと思うんですけども、その中の一つにここで言ってることが含まれてるんだと思います。世間が期待するセナというものにずっと答えなくちゃいけない。弱い自分は見せられないと。ということは、ここで一番最後に言ってる自分の素顔を隠すことになってしまいます。二つの人格、二つの顔を持つことによって、F1 ドライバーとしては大成功したアイルトン・セナかもしれませんけども、一人の青年としてのアイルトン・セナは、その狭間から抜け出せなくなっちゃったということかもしれませんね。何しろ、セナに近い場所にいる二人が、こうやってセナの二つの人格について語ってるわけですから、彼がそういうやり方をしてたというのは間違いないと思います。で、それが彼の悩みだったというのも間違いないと思います。これらのインタビューを読むことによって、ほんのちょっとでもセナはおそらくこういうドライバーだったのかなという推測をすることはできると思います。この内容を見て、今回動画見ていただいている皆さん、どのように感じたか、コメントで教えていただけると助かります。はい、今回の動画はここまでです。次回もセナの動画作りたいと思います。次回はこういうメンタルの話よりも、もうちょっとドライビングに関する話をしたいと思います。また次回も頑張りますので、よろしくお願いします。